ロンドンからの前編の動画をご覧いただいた方、ご視聴誠にありがとうございます。大幅に遅れての到着とは思いますが、今なんとか夕日の沈む前に大陸側フランス国境の町カレーに到着。ホーム上にはすでにベニス、シンプロン、オリエント急行が横たわっています。おそらく長い間待っていてくれたんでしょう。これらの車両はほとんどが1929年製、世界恐慌と同い年で、もう登場から90周年です。ヨーロッパの名だたる国際寝台車会社ワゴン D 社が製造しました。ホーム上にはずらりと乗務員が一列に整列。しかし特に何も挨拶とかそういった言葉を発することはありません。物言わぬ挨拶、にこやかな笑顔、大変キリッとしています。この列車によって本日これからおよそ24時間乗車。目的地はイタリア・ベネチアです。明日の夕方の6時半頃まで乗り続けます。古い車両ですが、床下はこのように最新のものに整えられています。古いものを大事にしつつ、今のオリエント急行にふさわしい乗り心地をということでしょう。最高時速は160キロ。台車もこのように新しいものです。それではここでちょっと長くなるかもしれませんけれど、せっかくですからオリエント急行とはどのようなものなのか、皆さんにまず一度ご説明したいと思います。時は19世紀後半。今の JR が6社に分割をされ、新幹線などのごく一部を除いて直通運転を避けているのと同様に、当時各国の鉄道も細切れで、ヨーロッパでは直通列車がなかったのであまり便利ではありませんでした。またそれらの列車も馬車時代からそのまま引き継がれたような、それほど豪華とは言えない設備、長距離の移動にはなかなか適さない乗り物だったそうです。その中でワゴン D、国際寝台車会社が今の JR 貨物のように自分の路線を持たず、そしてまたほぼ寝台車と食堂車、そのような車両だけを所有して独自の運行をする、そのようなスタイルを確立しました。実際にはつまり引っ張られる客車だけを用意するというわけですから、列車の実際の運転は国鉄が担当をする。各国と契約して、そして連絡直通列車を運行するというものです。車掌、コーター、食堂係員などはワゴン D 社が用意しました。一方で機関車や機関士は国鉄が用意をするわけです。1872年、日本ではようやく岡蒸気が開通した頃です。この革新的なビジネスモデルは実はワゴン D 社が発祥というわけではなく、それよりも5年早い1867年、これは大政奉還の年ですね。アメリカのプルマン社によって始められていました。それを要するには真似したものだということです。このプルマン車というのもまた、それまでアメリカで多く運行されていた長距離列車、それらの設備をもうちょっと豪華にして、もう少し快適な移動ができるようにならないか、そういうふうに考えて始まった会社です。だから馬車時代からやはり同じようにして使われていた、あまり良いとは言えなかった劣悪な鉄道の環境、それを改善するということが元々のプルマン車の目的だったわけです。このプルマンという言葉は日本でもそれなりに使われていて、鉄道の界隈ではプルマン式寝台という言葉があります。もう引退してしまいました博物館に飾ってありますが、ゴーパー3系やオロネ24型 A 寝台車のような通路の両脇に縦向きに配された座席に転換をすることが可能なベッドが並ぶ開放式寝台、これをプルマン式寝台と日本でも言っています。このアメリカのプルマン車とは全く関係ないのですが、そのプルマンという名前はつまり似たような車両だからプルマンという名前が付けられた、それぐらい象徴的な会社、それがプルマンです。今回イギリス側で乗ったのはそのプルマン社が製造した一等食堂車でして、だからこそブリティッシュプルマンという名前が付けられていたわけです。そのプルマンは今回ご紹介するオリエント急行を製造したワゴン D 社のライバル会社でありました。ワゴン D 社の登場前から大西洋向こうを走るプルマン社の豪華車両というものはヨーロッパの中で有名でした。だからヨーロッパでワゴン D 社が営業を始めた時、アメリカから大西洋の反対側までその名前を轟かせていたプルマン社も同じように鳴り物入りでヨーロッパに参入して、そしてライバル企業となったのですが、意外とプルマン社はあまり成功しなかったのです。というのはプルマン社はアメリカで開放型寝台車を主に運行しており、それをそのままヨーロッパに持ち込んでみたのですが、ヨーロッパの個室主体、そういったものを好むような文化ではちょっと受け入れられがたかった、そういった事情があったようでした。その後一度プルマンの方がワゴン D よりもどうも開放式であまり良くないような気がするという評判がついてしまってからは、結局その後プルマン社がヨーロッパに合わせて個室主体の寝台に転換した後でも評判の差を戻すことができず、その差は歴然となってしまったというわけだったのでした。完全勝利を収めたワゴン D 社が運行したのがオリエント急行です。ちょうど完全勝利するかしないかその頃でした。パリ発イスタンブール行きとして運行を開始。
一番長い時ではこのカレーからイスタンブールまでパリを経由して運行していたし、イギリス側でも車両を用意して鉄道連絡運輸をやっていたそうです。その後プルマン社は事業を売却してワゴン D 社の独占状態になりました。なおこれは大変難しい話なので、ぜひ聞いてくれたらなぐらいでいいんですけれど、ワゴン D 社はかつてのライバルに敬意を表したのかわからないんですが、開放型座席車、つまり寝台車ではなく座席車もワゴン D 社が作っていたんですけれど、その座席車にプルマンカーというふうに名付けました。日本ではプルマンといえば寝台車です。ヨーロッパでは、いわばグリーン車、ワゴン D 社が作ったグリーン車にプルマンカーという名前がつきます。そして実際にはプルマン社は様々な車両を製造していて、その一部がロンドンから乗り、今回運行不能となってしまったブリティッシュプルマンとして保存活躍しているというわけなのです。ですから今回のベルモンドによるツアーはかつてのライバルが一つの旅を演出しているということで、これはなかなか素敵な時代を生きていると思います。第二次大戦が終わった後、オリエント急行はシンプロンオリエント急行など様々列車の名前を変えつつもパリ発イスタンブール行きとして長らく運行を続けていましたが、だんだんその豪華列車としての性格も落ちていき、1977年にはパリ発イスタンブール行きの直通列車がついに廃止されてしまいました。その時はもう全く豪華列車ですらなく、オリエント急行の歴史はここに消えたかに見えましたが、実はその前年1976年から昔の客車を集めたいわばリバイバルオリエント急行復刻バージョンが運行を開始。後にこれはノスタルジーイスタンブールオリエントエクスプレス NIOE と呼ばれるようになります。一方1983年からは別会社現在のベルモンドによるベニスシンプロンオリエントエクスプレスが運行を開始しました。つまりオリエント急行の昔の古き良き旅を楽しもうというツアーが一番すごい時で2つ同時にヨーロッパでは運行されていたというわけです。これらの列車は両方とも旅行会社もしくはホテル会社による運行で、ワゴン D 社、博物館、一般コレクターから貴重な車両を買い集め、その結果運行したそうでした。一つの車両に5年以上修繕に時間をかけたこともあったんだそうです。ヨーロッパではノスタルジーイスタンブールオリエントエクスプレス、ベニスシンプロンオリエントエクスプレス2つのオリエント急行が運行されていましたが、ノスタルジーイスタンブールオリエントエクスプレスは古い当時の車両をそのままなるべく調子よく整備して使おうという考え。一方ベニスシンプロンオリエントエクスプレスは古い車両をそのまま使うのではなく、直すべきところはそのまま直して、そしてまた最新の箇所に改めるところは改めて、そして現代に見合った快適な旅を味わってもらおうという考えだったようです。いわばそうだな、ノスタルジーイスタンブールオリエントエクスプレス NIOE が北斗星みたいなもので、 VSOE はトワイライトエクスプレス、そういった感じでしょうか。トワイライトエクスプレスも国鉄時代の寝台車から随分手を加え新たにリニューアルをして運行してましたからね。その2つあった NIOE は1988年には日立オリエントエクスプレス88としてパリ発東京行きの世界最長列車としても運行されました。途中で何度か台車を交換したりとかしてシベリア鉄道も通り、そして日本国内にまでやってきたということもあったのです。当時はバブル時代で、また JR が発足直後のお祭り騒ぎのような状態でもあったからこのようなことができたんだと思いますが、日本を何度もぐるぐる回り、そして現在 JR 東日本高崎支社で活躍している D51 型498号機、この車両の復活運転、そのデビューのファーストランの後ろについていたのもまたオリエント急行でした。日本でも活躍した NIOE はその後またヨーロッパに帰りました。一部の車両はまたもう一度運用を外れるということになり、車両が一つだけ日本にある箱根ラリック美術館にもその当時日本を走った車両が保存展示されています。その NIOE は最終的にさまざまな都合によってオリエント急行とは全く関係のないような車両をたくさん連結をするような列車になってしまい、最終的にはフランス国鉄からの裁判によってオリエント急行を名乗らなというふうな命令が出されてしまいました。そして現在 NIOE というものは消えてしまいまして、現在ヨーロッパいや世界に唯一だけ正真正銘の本当に残っているオリエント急行たる列車がこの VSOE ベニスシンプロンオリエント急行というわけです。なおオリエント急行を名乗る列車はかなりブランド力のある世界一有名な列車ですから、結構あちこちにもありまして、東南アジアにも、なんたらかんたらオリエンタルエクスプレスとか、それからブリティッシュプルマンとかノーザンベルなどイギリスで走っているそれらのベルモンドグループの高級列車もなんたらかんたら言ってオリエント急行の名前を付けようとしているんですが、正真正銘のオリエント急行はこのベニスシンプロンオリエントエクスプレスしかありません。
ただしそこで使っていた車両も戦前に本当の戦前の豪華列車時代のオリエント急行に使っていたのもあれば、戦後の豪華列車シンプロンオリエント急行時代のオリエント急行、車両もあり、また特に関係ないような車両も一応全部ワゴン D 社の製造した豪華車両ではあるのですが、それが使われているという場合もあるようです。それについて一つ一つ私は紹介するほどの深い知識を持っているわけではありませんが、私が本日乗車をするのは戦前のオリエント急行として使われた車両ではありませんが、戦後確かに豪華列車オリエント急行として1945年から49年頃まで4年間は確実にオリエント急行の運用についていた花形の車両です。ではオリエント急行についての説明が大変長くなりましたが、これである程度はその歴史を皆さんにお知らせすることもできたかと思います。映画オリエント急行殺人事件でも有名になりました。もともとはアガサ・クリスティの小説です。山の中でオリエント急行が立ち往生してしまったということもありました。これも実話だそうですし、これからそのシンプロン峠、大変な峠道を越えていくことにもなります。それは明日の朝ぐらいになる予定。素晴らしい景色です。ぜひ動画を楽しんでください。客室に通されました。こちらがオリエント急行の最も標準的な個室、永寝台特別2人用個室 LX 型車両です。この車両はその中で3552号車というそうで、英語の説明も書いてありました。かつて日本を走ったオリエント急行の車両、これはそのものではありませんが、全く同じ車両がどうも日本を走っていたようです。 YouTube の映像を見てみた限りでは車内の内装は全く同じでした。3552型は1929年製、10年間はコート・ダルシャン・エクスプレスとしてフランスのリゾート地を結ぶ国内線列車として使われていたようです。その後第二次大戦の煽りを受けてしばらく運行停止になり、リヨンで列車ホテルとして使われていたようです。1945年からおよそ4年の間はシンプロンオリエントエクスプレスとしての運用につき、これがおそらくこの列車の最も花形だった時代でした。その途中ベネチア、それから、あとはシンプロン峠とかスイスとかいろいろ通りまして、今回はそのシンプロンオリエントエクスプレスの区間の全体の半分ぐらいをたどるというものです。客室にはもうこのようなものが備えてありました。これ自由に食べていいようですが、多分あれですね、前にアスカ2に乗りましたけど、あれと同じような感じですよね。ちなみに、シンプロンオリエントエクスプレスとしての運行が終わった後は、これはね、サンクトペテルブルク行きの北急行として使われていたようです。ここに書いてあったのはイギリスでご迷惑をおかけいたしましたというお詫びの手紙。それを読んでいると音もなく列車出発しました。My name is Michele Rocca and I will be your train manager of this trip of the Venice Simplon Orient Express. The continental time is 8 p.m. Please remember to adjust your watch. Our route will take us through 3 countries, France, via Lens and Strasbourg City, through Switzerland via Zurich and Chiasso, all the way through the Gotthard Pass, and then finally in Italy via Milan and Verona before Venice arrival. You will have met your cabin steward. He can provide with you any information you might need about your journey, and please do not hesitate to contact him if you need any additional assistance. 車内の放送はかなり日本の普通の列車に乗っている時と同じようなものだと思って、これなかなか面白かったですね。あまり英語力のない私でも大体何を言っているのか分かりました。車内をうろうろあちこち行ってもいいですよと言われたので早速探検。編成の中間にはこのようなロビーカーが連結されていました。正確にはバー車両、実際にバーとしての営業が始まっています。真っ先に行けばここには誰もいなく、私一人だけの貸し切りにできるだろうと思ってやってきた。それは実際にその通りでした。早速席に着いたらメニューを渡されたので、大したお酒は飲めません。オレンジジュースだけ注文することにしました。このバー車両自体はオリエント急行にはもともとどうも連結されていたものではなかったようで、この車両自体はもともとの LX 型、さっきの寝台車を改造して製造したようです。こんな感じ、なかなか素早いスピードで走ります。床下もかなり新しいものに交換されているし、振動も抑えるような作りになっているし、日本の列車と比べても快適性ははっきり言って段違いです。高級なオレンジジュース、確か10ユーロだったかな、1500、1300円ぐらいするのかな。窓の枠からこのように暖房が上がっています。昔の暖房の装置とはおそらく仕組みが異なると思います。
な風にピアノでの生演奏、揺れる列車の中でのピアノの演奏は、結構あるとは思いますが、しかし技術を必要とするはずです。そのピアノに合わせてバーテンダーの方というのかな、ウェイターの方というのか分かりませんが、ちょっと体を動かしながらラフな感じでの接客、これがまたヨーロッパらしくてとても素晴らしいものです。天井の金属でできた調度品なども全てことごとく隅々までピカピカに磨かれています。このバー車両は改造され、車両の番号3674号車というようです。一旦戻ってきました。今列車はレンズ駅に止まっているところ、確かベルギーとの国境の駅です。実は今回パリでのストライキの影響でこの列車はパリを経由するはずでしたが、パリ経由を諦め、ベルギーとの国境、そしてドイツの国境ストラスブールなどを通る迂回運転が決定していたようです。お食事の時間何時からにしますか？早い方でお願いします。列車に乗り込んだのがすでに8時でしたが、食事は夜の9時からというちょっと遅めでしたけどね。これはキャビアと、それから、なんとか忘れちゃいましたけど、あと立派なエビですよね。よくわかりませんが、とにかく美味しかったですね。キャビアってなんかこの間も食べたよなと思ったら今日の朝食べたんですね。ブリティッシュプルマンの列車で出たのでした。これがレンズの駅だったかどうかは思い出せませんが、向こう側にはフランス国鉄の看板TGV も止まっています。新幹線と一緒にこの一番古いオリエント急行が止まっていて、同じホームで顔を並べている。いいですよね。外に出て写真を撮りたかったけれど、そういうことは特に許されていません。これはまた立派な肉です。かなり生っぽく焼いてありましたが、全然心配することもなく、とても美味しくいただくことができました。本当の生肉もここには添えられていました。ナイフとフォークでポロポロ落とさないように、そればっかり気をつけて硬くなって食べていたような気がしますが、しかし周りのお客さんは全然こちらのことには目もくれていないようだし、こういうところなんでね、ブラックスーツ、ダークスーツに来てくださいっていうドレスコードがかかっていたんですが、そんなに実際には厳粛な雰囲気でもなく気楽に過ごすことができました。窓の外が今曇っていたの分かると思うんですけど、結構実はドアの近くで寒くてですね、かなり寒くて大変だったんですね。最後にこのような立派な美味しいシャーベットみたいなのもいただいたんですが、申し訳ないんですが量が多かったことと、寒いもんですからちょっと残させていただきました。またデザートも結構いっぱいいただいたんですよね。美味しいものをいっぱいいただくことに関して全く問題はないのですが、ただちょっと残してしまったことを少しばかりもったいないので申し訳ないと思いました。その食事の間に個室を寝台車に直してくれる、そんな作業が行われます。2段ベッドに早変わり、実際には早変わりではなくかなり複雑なやり方をしていたようです。この寝台はさっき、ソファーだったものの背もたれを上に跳ね上げる方式で、日本のブルートレイン北斗星ツインデラックスのベッドの作り方に、ちょっと似ているかなと思いましたけど、でもあれはベッドが作り付けでしたからね。ランプシェードなどの演出も日本の豪華寝台特急とされる列車で何度か見てきましたが、おそらくはこのオリエントエクスプレスをモデルにしたものと思われます。これを開けますと日本の寝台個室シングルデラックスのように洗面台がついていますが、最新のものに改められていて、扉を開けると自動でランプがつくようになっています。中にもたっぷりしっかりとアメニティが入っていますが、しかしそれでも歯ブラシはなかったんですよね。歯ブラシってヨーロッパのホテルとか行って絶対ないんですよね。それね、うっかりしてるとちょっと列車の中で困ってしまうかもしれませんから、皆さんもお気をつけください。ベッドの上には寝巻きが置いてあります。私も後ほど着替えました。広々とした2段ベッド、日本の寝台のベッドよりもまた一回り大きいものです。そして寝台車の楽しみとしてはやっぱりこれ、明かりを落として外の流れる景色を楽しみます。残念ながらここがどこなのかはよく分かりません。やっぱりね、オリエント急行は素晴らしい列車だし、それの元々のオリジナルの区間をある程度通ることができているというのも嬉しいことなんですが、このオリエント急行 LX 型の寝台個室から眺めた外の日本の眺めはどう映ったんだろうか、そういうこともちょっとやっぱり気になってきてはしまうものです。それでも素晴らしい景色です。ちなみに日本を走っていた当時のオリエント急行の値段というのは意外と安くてですね、日本一周9泊10日の豪華ツアーで毎回フランス料理のフルコースとか出てですね、バブルの時代ですが9泊10日でいくらだったと思います？なんと88万8000円だったんだそうですね。今回はね56万で1泊ですから、随分値段が違いますよね。そんなに安かったのかちょっとびっくりしてしまうんですけれど、またいつかそのような豪華列車が日本にやってくることはないだろうか。ないでしょうね。しかしそれでもヨーロッパの本場の地でオリエント急行を楽しむことができているという時点で十分に幸せなことだと思います。いくらでも見ていられるこの夜の景色ですが、しかし寒いのでだんだん上に上がってくることにします。列車今
ベルギーの国境をずっと沿って南下しているところ、この先ルクセンブルク、そしてドイツの国境と続きます。ストラスブールあたりまでは国境に沿うような走り方をするようです。その先スイスを縦に貫き、明日の日中イタリアをずっとまた南下、最終的な目的地ベネチアまでの距離はかなり離れています。ロンドンからベネチアまで直線距離でも相当ですけど、山を越えたり谷を越えたり結構な道のりですからね。長距離の列車の旅ってやっぱり面白いですよね。日本ではもう長距離列車の旅っていうのはかなり楽しみがたくなっているところがあります。浴衣に着替え、そう浴衣みたいなのがあったんですよ。これやっぱりこういう風な寝巻きってのはヨーロッパでも普通なんですね。床下から聞こえる列車の高速走行の音、ふかふかの毛布、もちろん布団もふかふかです。高速で走っているのに車両の性能がいいからか揺れも全くありません。昔のオリエント急行、それからあまり昔と手を加えていないノスタルジーイスタンブールオリエント急行、そういったものはもっとおそらく揺れたりとかガタピシしたんでしょう。それはそれで昔の車両を楽しむ上で良かったけれど、オリエント急行が今の時代でもなお豪華列車として輝いてくれているということもまたそれはそれで素晴らしいもので、ここにベニスシンプロンオリエントエクスプレスならではのこだわりを感じるような気がします。スピードメーターを出してみました。およそ100キロから110キロほどの寝台列車としてはかなりの高速での運行を続けていたようです。日本でも寝台特急サンライズ号に乗ると、100キロ110キロぐらい出しますけれど、やっぱりかなり揺れますからね。ガタガタガタとこう突き上げるような揺れもあるし、このオリエント急行は素早い速度でカーブも抜けていきますんで、左右に揺られるような感覚も受けますけれど、逆にそれがゆりかごになったりして素晴らしかったものです。翌朝までゆっくり本当に眠りまして、こんなに寝台車でぐっすりとよく眠れたのは本当いつ以来かなってぐらいでしたね。今までの人生でもトップレベルに寝心地のいい寝台車の旅であったということは間違いありません。それでは翌朝3月の18日月曜日です。目を覚ますと列車はちょうど今ストラスブールの駅に入ってきているところでした。ストラスブールは歴史的にも、町の名前からしてねドイツ語っぽい名前なのがわかると思いますが、ドイツになったりフランスになったり何度もその土地を取り合ってきたような場所で、現在はフランスです。意外と南下していないのか、いやかなりしてきてますよね。でもフランスを縦にもう縦断してきました。パリからストラスブールまで前 TGV に乗った時1時間ぐらいで来たかな、1時間半ぐらいだったかな。でも在来線だとそれぐらいかかるんですね。今の時刻は朝の5時ぐらいだったと思います。フランス国鉄の電気機関車が力強くオリエント急行を引っ張っていて、デッキのところまで行くとその音も聞こえてきます。またこの通路ですよ。これはねもう本当懐かしいですね。感覚で言うと北斗星で青森を出て青森運転所の脇とか抜けていくようなそんな感じかな。ちょうど今ストラスブールの駅を出ていくところで、機関車がゆっくりとオリエント急行15両を引っ張って出ていくところですが、この通路のところからずらっと廊下が伸びているのと、一部のカーテンが閉まっていて、そして自分のところだけカーテンを開けてね、それで外の少し明るくなり始めたような景色を見る。これもまた寝台列車特有の朝の楽しみ方だと思います。また朝は人気がないからね、こういう通路、そしてこの素晴らしい内装ですよ。内装とそれから外装を一緒に楽しむにも、このような寝台列車は本当に素晴らしいものだと思います。一旦この貫通路は閉めておくことにします。外が貫通路じゃないや、カーテンは閉めておくことにします。相当外寒いんでね。でこっちをまた開けるんですが、なぜ開けるカーテンを変えたのかというと、これ90年前から寝台車についているものって変わってないんですね。もう今日本の寝台車は全部なくなってしまったわけですけど、日本でも寝台車には必ず通路にこのような折りたたみの椅子がついていて、そこに腰掛けて外を眺めることができるようになっていました。これは日本のやつと比べて布が貼ってありませんから、ちょっと座っても硬くてね、だんだん痛くなってくるかもしれませんが、ブルートレインといえばこのような楽しみ方、それを90年前のフランスの車両でもうすでにできるようになっていたということが、とても何て言いますか素晴らしいことだと思います。一番前、機関車の次の車両なのでうなりを上げながらスピードを上げる客車列車特有の息遣い、それをまた感じることもできます。
しかしまだあまりにも早すぎるので一旦自分の席に帰ってきました。上段ベッドからランプシェードを見下ろすのもいい眺めです。いつもペラペラものすごい勢いで私の動画でも普段喋っていることを私は自覚していますが、今回は喋る時間を少し短くしてこの豪華で素晴らしい列車の雰囲気をまたそのまま皆さんに感じておっていただきたいなとも考えています。カタカタカタって聞こえてくるすごい速そうな音がしてくるのに全然揺れてもいないし、車内の、揺れとそれから、振動って別物だと思いますけど、振動も特にないとすごいことだと思いませんか。外の景色はすごい勢いで流れてますよ。なるほど、確かにこの列車は運行をするのにも維持をするのにも、そしてこの列車を復活させるにもお金がかかったんだし、そのために自分が高いお金を取られているのもこれは納得できるなと思います。まだ朝早いですから特に何か案内があるわけでもありませんでしたが、今また朝の7時になりまして、列車はスイスに入りました。ここがね、バールとかなんとか言ったかな、ちょっと私あんまりこの町の名前については詳しくないんですが、確かに町がドイツ語圏になったような感じがします。それから駅名表の形が国によって変わりますんでね、フランス国鉄からスイス国鉄に入りましたんで、デザインが違うからそれでパッと分かるわけです。ここからはスイスの旅になります。フランスの鉄道は素晴らしいと思いますが、乗っていて楽しいのはスイスです。フランスはね、でかい函館本線の札幌旭川間みたいなところがあって、あまり変化が乏しいというのが正直なところなんですが、スイスは逆にでかい上越線、そんな感じです。大きな山々がそびえ、複雑な方式で山を越えていく山岳鉄道の路線です。もう国全体が山みたいな感じなので、それを越えるために古くから鉄道がもうかなり発達している、そういう面白いところなのです。そのような面白いところをオリエント急行で越えることができます。どうも機関車は2両ついているようです。スイス国鉄の1万型というのかな、よく見る機関車ですが、これが力強く引っ張ってくれ大変頼もしいものです。列車は早速上り坂に入りました。おそらくこの上り坂はずっとアルプス山脈を越えるまでひたすら続くのだと思います。こんな急な坂を上り続ける、いや本当に大したもんです。で下段もちょっと使いまして、ここでまた外の景色をダラダラとこう眺めるわけですけど、これいいですよね。寝台車の二度寝の朝って感じ。ベッド片付けましょうかって来てくれたんですけど、もうちょっとベッド出しといてもいいですかね、そういう風にお願いして、午前中いっぱい寝台は出しっぱなしにしてもらうことにしました。スチュワードさんも後で行きますよ、そういう風に言ってくれたのです。かつて日本では列車ボーイと呼ばれていた係の方です。このオリエント急行、古い車両でして、昔は冷房がありませんでした。今最近ついたんですけどね。というわけでこのように窓を開けることもできます。窓から思いっきり外出るとちょっと危ないですけれど、カメラを出して少しぐらい映すぐらいなら問題はないでしょう。いやーすごいな。お、見た瞬間びっくりしました。これは素晴らしい景色だ。なんだこれ15両つながっている美しいワゴンリーの紫といいますか青といいますか、途中にはこう白い飾りの帯なんかも入った、いやこの素晴らしい編成を列車の中側から眺められる、いや本当に幸せな光景です。外には世界最高と個人的には思うスイスの景色が広がっています。こんな贅沢な列車ありませんよ。これ確かに50何万の価値あるわと簡単に思いました。そしてそれから列車の外側に、ワゴンリーなんとかオリエントエクスプレスとかいろいろ書いてあるんですけれど、その外側の豪華な装飾、これもまた乗りながらにして見ることができるし、自分が今乗っているのは、ああそうかオリエントエクスプレス、あのワゴンリーの車なのかと、そういったことを思いながらこの景色を楽しむことができる。いややっぱり本当どこをとっても素晴らしいなと思います。これですよね。これカーブに差し掛かって自分の列車がカーブをして、その編成の後ろの方まで見えている景色、とても素晴らしくないですか。そして今この列車の速度はおよそ100キロ程度。こういった臨時の列車になると、やはり前後の列車との間隔を意識して日本ではかなりゆっくりとした走り方をするものです。しかしこのオリエント急行はどういうわけだか分かりませんが、特急列車に匹敵するような高速運転をひたすら続けていて、他の列車にももう勝るとも劣らないスピードです。これぐらいのスピードで走ってくれるのであれば、日本でもねそういう列車があればいいなと思うんですけど、なんていうのかな、こう作り物感がないんですよね。日本でこういう昔の列車走らせてくれることってやっぱりあるんですけれど、どうしてもゆっくり走って特急とかに抜かれたりしてね、本当はオリエント急行こそが昔の速い列車であったのに、なんかこう地元の特急に抜かれたりとか、悔しいなと思うんですが、もう全く他の列車に追い抜かれるなんていうことは少なくとも私が起きて外の景色を見ている限りではありませんでした。実際に急行列車として高速での運転をしてくれる、本当にありがたいことです。
坂道をこういう風にまた登っていくわけです。ずっとこのような急な勾配、機関車はこの急な勾配を登り続けるだけの体力を持ってるわけですよね。こんな急な坂ってね、普通はもう特殊装備が必要なんですよ。やっぱりスイスはそれだけ特殊な場所ですから、そういったものに対する対策、それも昔から手が熱いということでしょう。まだ冬ですから、ちょっと山の美しい新緑とかそういったものが見られない、やっぱりそういう時期にまた乗らなきゃいけないなと思いましたけど、しかしこれ白域がだんだん白くなってきましたね。これからアルプス越えにあたり、春の時期からまたちょうど最近から運行を再開した春のオリエントエクスプレス、冬の時期は運休なんでね、それを逆に楽しむことができるということにこの後気づきました。白域本当に真っ白なんですよ。この街の名前についても全く分かりませんが、ここで一旦窓を開けたことで、いかに自分が寒いところまでやってきているのかということを感じました。昨日のロンドンとかカレーとかその辺りよりもまた一段と寒くなっています。走行中に窓を開けたら寒い風が入ってくるのは当たり前ですけどね、停車中でも寒けりゃそりゃもちろんね、寒いっていうの分かりますよね。このようにさっきからも見ていただいて分かると思うんですが、外に目を向ければ必ず列車は上り坂を登っています。アルプス山脈ってのは、それはもちろんヨーロッパでも有名な山脈なわけですけれど、相当昔からそれを越えるのに苦労してきたわけですよね。近頃では世界最長、青函トンネルさえも抜いてしまったゴッタードベーストンネルなるものができまして、この列車もそれを通るのかなと思いました。そしてそのゴッタードベーストンネル、じゃあ世界最長のトンネル見たいからいつ通るんですか。それはね、このオリエント急行に乗務をしている、スチュワードの方ではなくて、車内サービスの方ではなくて、おそらく運行管理のために乗っていると思われるスイス国鉄の車掌さん、その車掌室に行って、すいませんけどゴッタードベーストンネルはいつですかねと聞きに行ったんですが、そしたらね、事細かに説明をしてくれました。この列車はお気の毒ですけれど、ゴッタードベーストンネルを通るルートではないのです。本来であればゴッタードベーストンネルを通るんですけれども、あえてそれよりも古いルートを通るようになっています。旧線ですね。そしてその代わりものすごいループ線とか、同じ境界が1回の車窓で3回も見える、そんなもう素晴らしい驚くべき光景とか、本当に素晴らしい景色ですから、ゴッタードベーストンネルよりもいいからぜひ楽しみにしてください。なるほど。その素晴らしい景色というのは私も鉄道に散々乗りまくってるだけあって想像がつきます。今から楽しみです。まだ朝の支度とか特にしておりませんでしたので、これなんか歯磨きとか入ってんのかなと違いました。なんかこれ保湿とかそういう化粧品みたいなやつですかね。私には全く用のないものですが、そろそろこういうのをもらったからには使ってもいいかと思いました。とりあえずカバンに突っ込んで持ち帰ることにします。歯ブラシは自前のがあったんでね、それをやればいいんですけど、ザ・ラグジュアリートラベルコレクション、こんなに種類がいっぱいあるのか。8つもあるの？何に使うんですかね。これは手紙セットです。私はこれ絵はがきとしてお土産に持って帰ることにしましたけれど、昔のヨーロッパスタイルの旅の特徴、駅でこのような文房具を買って書いて、そして送るというものです。オリエント急行の車内からでも手紙を送ることができるそうでした。ただ国際郵便になるし送り方もよくわからないから、今回はやめておくことにしましたけどね。何度も外の景色ばっかり映して恐縮ですが、さっきまでは曇っていたのが晴れてきて、列車の外側のこの飾り文字、それが一段とまた美しく光っています。これが昔からずっとこういう風にだいたいこれぐらいの速度で走ってるわけですよね。いやー、これ沿線にこんな列車、私もヨーロッパの列車いろいろ乗りましたけど、やっぱ見ただけでね、もう皆さんも感じられると思うんですけど、風格が違いますよ、この列車。なんかこの列車の窓からちょっとこう顔とかね、手とかそれぐらい出してるわけですけど、出して沿線の人がオリエント急行から顔出してるやつがいるぞなんて言ったら、もしかしたらこの列車の風格もちょっと下がっちゃうかもしれないなと思いました。いや本当に素晴らしい景色です。なんかこうテレビの映像かなんかを見てるんじゃないかと思うんですけど、今ここで動画編集しても思うんですが、これ私が自分で撮ってきた映像なんですよね。こんなすごいところにいたのかと改めても思います。オーストラリアこの間ヨーロッパねぐるぐる回った時も様々面白いものは見ましたが、ヨーロッパの鉄道周遊の旅を一度やるよりも、このオリエント急行1回の旅の方がはるかに面白かったと断言できます。レーティッシュ鉄道はとてもおすすめでしたよ。とても素晴らしかった。でもやっぱりこれが最高だな。値段払うだけの価値はあると思いました。もう1年間その代わり日本国内で鉄道の旅ができないというふうに、もしねその代わりにそういうことがあったとしても、私はオリエント急行に1回乗ることを選ぶかな。それぐらい素晴らしかったですよ。外のこの景色、一面の緑の原っぱです。ちょうど朝ごはんの時間になりました。朝ごはんの時間というかね、私がちょっとダラダラしてたんで朝ごはんを持ってくるのがもしかしたら遅くさせてしまったかもしれないんですけど、これが朝食です。1万5000円だったかな、2万円ぐらい払えば食堂車で朝ごはん食べられます。そっちの朝食はコンチネンタルブレックファスト、もっといいものですよ。そういう風にも教えてもらったんですが、
それよりも私はこの普通のスタイルの朝ごはんを自分の部屋で食べることを選びました。ちなみにこれ2人分あるから誰と乗ってるんだっていうのはすごい気になる方が多いんじゃないかと思うんですが、誰と乗ってるかについてはですね、相当ちょっとすごい方と今回は乗りましたので、ちょっとどなったとかいうことはできないんですが、その方からもですねちょっと言わないでくれというふうに言われてるんで、お伝えすることができかねますが、そうですね、上座にお座りいただくべき方と、このオリエント急行に乗らせていただいていると、それだけ申し上げることにします。外にはこんな感じ、スイスの早速これなんていうの、湖というのかな、そういった湖ですよね。語彙力がなくなってきましたけど、湖もまた見えてきて、また右側の窓をご覧ください。このように水滴がついてきています。窓の下に暖房がついていて、それをうまいこと調整して室内を温めているんですが、全般的にちょっと寒い傾向には正直ありましたけどね。だんだんこれが温まって、中が暖かいのに対して外が寒くなってきているということがお分かりいただけるでしょう。でもこんなところでもまだ緑は生えてるんですが、向こうの山上の方を見るとだんだん雪が増えてきて、いよいよアルプス山脈を越えるのだと、そんな実感が湧いてきます。そんなところでも変わらずに列車は走るし、ある程度雪が降ってもおそらくは走り続けられるものと思います。実際これから先結構な雪が降っていましたが、全くスピードを落とすことはありませんでした。これ今ちょっとだけ下っているのかな、久々に見た下り坂の光景です。どうも外を見ると雪がちらつき始めたようです。早速の光景、いやー本当にいいですね。この車両が真横に横たわってるの、しかも長い編成だというのが素晴らしい。日本でも古い車両を保存してくれるというのはありますが、やはり昔の長い車両を連ねて走っていた時代とは違って、どうしても少量の車両の保存に限られるものです。それは仕方のないことですが、それでもやっぱり長い車両をそのまましっかりと残して昔の風格をしっかりと伝えてくれる、そういった保存の仕方をやってくれるっていうのは本当に望ましいことだと思うし、それを実現させてくれるこのヨーロッパの鉄道会社、それから旅行会社、ホテル会社、どれもありがたいことだと思います。その素晴らしさを知っている乗客たちがそこに惜しみなくお金をつぎ込むということもまた素晴らしいことで、だからこそ本当に素晴らしいものがいつまでも残されるのだろうと思います。これから方へ列車は攻めていくんですよね。音を聞いていただいて分かると思いますけど、機関車のうなっている音が聞こえます。あちらは別の路線でしょうか、それともこの列車と反対側の下り線になるのかな、どちらだか分かりませんが、おそらく地元の特急列車インターシティとかだと思いますが、すごいね、境界を真ん中に据えた大きな町、そして湖を挟んで反対側にように列車が下っていく光景が見えるんですね。函館本線の渡島大野とか、今新函館北とか辺の光景を思い出しましたけど、いやーすごい景色。そしてそれを個室内で見ていたんですが、その後でノックされまして、ミスターちょっとここは外行って景色を見るべき場所ですよ、そういう風に言ってくれました。あ、なるほど、これは確かにそうだ、さあさあどうぞどうぞ、そのビデオカメラで早速映してください。スチュワードの方は大変親切です。本当にありがとうございます。なんだ、根室本線の別館市湿原みたいだなそんな日本にしか例えられなくて恐縮なんですけど、晴れている時だったら山の上の方までしっかり見渡せるんですけどね、今日は曇ってます。そんな風にまた列車ボーイスチュワードの方に言われましたが、いやいや、こういうね曇ってるのがまた神秘的でいいんですよ。これだって素晴らしいじゃないですか。見えるということは日本では必ずしも良いとはされないんです。私たちはそういう風に考えますみたいなね、わけのわからないことを言いました。そうするわけのわかんない日本スタイル見て、そんな価値観あったかなとか適当なこと言ったなとか思いながら外の景色を見ていると、なんか合掌造りみたいなのがあってね、なんかかやぶき屋根っつうか日本みたいな屋根だなと思うんですが、究極にこういう雪とか自然の環境が厳しくなってくるようなところだと、物の建て方っていうのはかなり似るところがあるんでしょうね。そんなことを考えていたら、もう一度部屋がノックされました。ミスター、あなたはもう一回ビデオカメラを持ってこちら側の景色を映しに来るべきですよ。私の思考を分かってくれていて本当にありがたいことです。外へ出てみると、なるほど、これは素晴らしい景色。そしてそのスチュワードの方もご自分のスマートフォンで、その扇は今からね左の方に大きな岩が出てくるんですけど、その景色を映されていたようです。その行動はつまり、この列車の中にはそのようなスチュワードがちょっとの時間を使って自分の記念のために写真を撮ることに目くじらを立てるような乗客、それがこの列車の中には一人も乗っていないということの証明でもあり、またそのような様々な列車に乗務をしているスチュワードであっても、これは景色、写真に残したくなるほど素晴らしいものであるということの証明であったわけです。いや、なんとも幸せな体験をしていると思いました。いよいよ雪山が迫ってきました。なんだかんだずっと登り続けていますが、さすが険しい山です。そう簡単には山の麓までもたどり着かないようです。ずっと登ってたんですけどね。でもおそらくはこの町がそのアルプス越えの一番手前のところなんじゃないでしょうか。これからゴッタルド峠に挑みます。向かい側のホームに止まっているのは、これは特急列車かな。そしてまたさっきちょっとだけ晴れ間があったんですね。こちらの方はしかしものすごく曇っています。もう山の天気は変わりやすいと言いますか、ちょっと行っただけで簡単に天気が変わってしまいます。
後ろの方、今過ぎ去っていく推進運転の特急列車、函館駅の8番乗り場を出ていく寝台特急の回送を思い浮かべました。そしてもうものすごい雲の中を走るようになるのかなと思いましたが、その後はまた天気が変わる。こういったことに一つ一つ目を向けるというのも面白いことです。普段の旅では私もパソコンを開いて仕事をしながら列車に乗ることが多いですが、今回はそういったことは列車の乗車中一切することはなく、フルに外の景色を楽しむということをしました。他の個室のお客さんも、いちいち覗き見たりはしていませんでしたけれど、しかしのんびりだらだらと朝ごはんを食べ、そして一緒に乗り合わせているお客さんとか、自分のルームメイト、つまり連れ添ってやってきたもう一人の連れと、外の景色、あれがこうだねとかね、これじゃあちょっと写真に撮ってみるかとか、そんなことをやってゆっくりとした時間の使い方、それを楽しんでいたようです。もうおそらくは仕事を引退された方とかそういった方も多いのかもしれませんけれど、中には今もバリバリ現役世代という方もいて、もちろん私も忙しいですが、そういった方たちだって忙しく生活をしているんじゃないかと思います。それでもちゃんと自分のオフの時間というのかな、そういうのをうまく使える、これは本当に素晴らしい才能で、ヨーロッパにはどうもこういう方が多いらしいです。もしかしたらこの方たちがすごく上級市民といいますかね、上流の階級に住むような人たちだからなのかもしれません。外には立派な氷瀑が見えました。山の上のあたりが粉雪をまぶされて、下のあたりはそうでもなく、これはつまり目の前にあるこの山がものすごく急峻なものであると、確かにそうですね、山っていうよりはもう巨大な大岩だと思いますけれど、ですから上のあたりと下のあたりでもうその、雪の降り方まで違ってしまうほどの立派なものであるということですよね。いや本当に急なところに入ってきました。しかしこの手前のランプシェード、自分が今乗っているものが豪華列車であるということを思い出させてくれます。こんな山道を走るものでね、こんな豪華列車が通せるのかと本当に驚くべきことですが、これを少なくとも1945年以降シンプロンオリエントエクスプレスとして同じ区間豪華列車が運行されていた、本当にすごいことです。トンネルを見て分かりましたかね。相当古いトンネルであったことがちょっとお分かりいただけたかと思います。さてこれ今私下段寝台を使ってるんですが、こんな感じで寝てですね、実は寝ながら外の景色を楽しんでいます。これはすごく楽しいですよ。山を下から見上げるわけです。見上げるにはこの角度は最高です。ふかふかのベッド、まだベッドを残しておいてくださいと頼んで本当に良かったです。こんな感じ、ずっとこれで特に何かを考えることもなく、だらだらとした時間の過ごし方、最高に贅沢な24時間を過ごしました。これから先本当に険しいところに入ります。何度そういう発言をしたかもう私も分かりませんけれど、車掌さんからもお勧めしていただきました。ここはぜひ見ておくべきところだと。すごいですよね。トンネルを抜けたらこんなところ、そして真下にあんな光景が見えますけれど、さっきあそこを通ってきたのですが、実は1個前の動画にも多分映っていたと思いますけれど、その自分の通ってきた線路をまた上から見ることができるわけです。 JR 東日本の上越線などこのようなループ線が回っているところはありますが、ここもその中の一つ。スイスにはこのような山を越えるための専門の特殊な線形が多いのです。そこを何度も言うようですが、豪華列車でこんなものすごい、これねもう真冬の光景じゃないかと思うんですけど、それを通り抜けてしまう15両もつないで、機関車は2両、車内では美味しい食事、立派なディナーとか、ビシッと決めたスチュワードの方が何人も乗っていらっしゃって、そういうものでここを越えることができる。いや本当にヨーロッパというところは鉄道に対する増資が深いところなんだなと思います。主にこういうヨーロッパなど昔のものを大事にする文化というものが日本ではどうもやはり少し足りていないように思います。それはやっぱり日本はどちらかといえばスクラップ&ビルドというかね、昔のものも大事にしつつも、新しいものにどんどん作り変えていこうみたいな、そういうものが、昔から続いてきているからなのかなという気もしますけれど、ただやっぱり海外の方が日本に旅行などに来て思われることとしては、意外と東京ってなんだ、もう他のベルリンとかなんかそんな感じでね、大都市と変わらないんじゃないかと、もしくはちっちゃいニューヨークみたいなもんじゃないかとか、なんかそういう感想を持ちがちなのだとかで、日本に期待して、その和風スタイルを、すごく期待して楽しみにやってきたのに、全然そんなことはなかった。意外と東京は世界の中ではがっかり観光地なんだそうです。昔のものとかね、そういうなんていうかノスタルジックなものがヨーロッパでは特に大事にされているらしいことは私もよく分かりましたが、確かにこういう風に徹底的に昔のものを残してくれるヨーロッパに比べると、日本はそういう点では、少なくともそういう点においては、それがね全てにおいて悪いというわけではありませんが、足りないものがあるのは、認めざるを得ないかなと思います。今全長15キロ、非常に長いトンネルを抜けて、それでもゴッタルドベーストンネルの50キロに比べれば随分短いのですが、50キロだったか40キロだったかな、50キロか、そうですね、それを抜けて、そして今アルプス山脈の反対側に出ました。ここもまだ引き続きスイスです。さっきまでひたすら登り続けていた列車はもう息を、水を得た魚のように急に下り始めました。機関車のものすごいうなりもそれほどは聞こえてきません。代わりにブレーキをかけ注意深く下っていく、そんな走り方に変わりました。アルプス越え大変お疲れ様でした。本当に乗り応えのあったところです。
実はさっき雪がものすごく降っていたところ、もっと窓を開けて、そして外にカメラを出して映しておきたかったのですが、あられと言いますか、氷と言いますか、結構手を出していって本格的に痛いようなものが降り始めましたんで、ちょっとこれはもう無理だと思って私も諦めてしまったのです。しかし今思えば、多少手が血だらけになったとしても映しておくべき景色だったなと思っています。もっともっと映しておきたかった。そしてその長いトンネルの中の様子ももう少しぐらい映しておくべきだったと思います。その15キロのトンネルはかつて世界最長のトンネルであり、そのトンネルの記録を抜いたのは我が国 JR かつての国鉄の上越新幹線大清水トンネルであり、それを更新したのは青函トンネルで、そしてまた青函トンネルの世界最長記録を抜いたのはまたもやスイス国鉄。日本とスイスの間でトンネルの長さ比べがここ何十年も続いています。彼方に見える滝、さっきは滝が凍っていましたが、こちらは非常に勢いよく流れ出ています。春からまた一旦冬を通り、もう一度春に降りてきたという感じ、まさにそんなところです。さっきから見えている景色は大体同じような雰囲気。しかしやっぱりその景色が季節が変わっています。この時期にオリエント急行に乗ることができて本当に良かったと思います。きっとまた別の時期にオリエント急行に乗ったとしても同じことを言うんじゃないでしょうか。今また眼下に見えてきました。さっきよりも分かりやすいループ線。今から列車は大きく、もう何と言いますか、アルファベットの L のような形を描いて、ぐるりとこの真下のところへ降りていくはずです。そして実際に降りてきました。見るとこの線路、本当に古い橋の上を通っています。日本の鉄道もかなり古くから通っているそんな跡はありますが、ヨーロッパはなんだかその格が違うような気がします。太古の昔、太古というほどではないかもしれませんが、少なくとも百何十年かの昔からあんな山の中、蒸気機関車か何か使ったんでしょうか。頑張って掘って、多分昔から電気機関車だったな、実際にはね。多分トンネルで窒息しちゃいますから電気機関車だったと思うんですけど、それでもね、いや本当にすごいことですよ。真下の辺りを見ると道路が並行しているのが見え、あちらのバスからこのオリエント急行が見える。その光景もなんだかいいなと思いました。このオリエント急行の編成は非常にあまりにも美しいので、自分で乗っていてもちろんその車内を楽しむことができるということは最高の贅沢ですが、一方でその自分の乗っている列車のその姿を外から見られる人を、乗っているその自分の立場でも羨ましいと思えるほどにまで本当に素晴らしく美しく気品あふれる姿だと思いました。完全に外は暖かくなりました。さっきまでは本当に、ね、室内も寒くて、ルームメイトの方もちょっと寒くないですか、大丈夫ですかとか聞きながら、全然いつ OK みたいなことを言ってもらってですね、それで、窓も開けて、撮っていたんですが、あれです、全然赤の他人と撮ってたわけじゃないですけどね。車内の暖かさ、それがまた戻ってきたわけです。さて列車はもうそろそろイタリアとの国境に差し掛かります。まだ別にここはイタリアではないのですが、ただ街の雰囲気はなんとなくイタリアっぽくなってきたような気がします。私はそんなにわからないけど、でもなんかイタリアっぽいというわけで、音楽はヴィヴァルディの春にしてみました。ちょうど列車も春の区間に差し掛かったし、いいんじゃないでしょうか。さっき越えてきたアルプスの山、あちら、前にこういう風にして山を越えたことも一度ありました。あの時はオーストラリアでしたね。オーストリアでしたね。自分で間違えちゃったな。日産って書いてあったからついつい映したんですけど、こんなところでも頑張ったんですね。今何かビューという音がしましたけど、これは掃除機です。前にシベリア鉄道に乗った時、皆さんに車内製造が毎日1回あるよという話をしましたけれど、この列車でもやはりポータブル掃除機による客室内の清掃があるそうです。でもこんな綺麗な車両をちょっと汚すわけにもいかんと思ってですね、逆に細心の注意を払ってパンくずとかも落とさぬように気をつけて食事をしましたので、特に汚れるということはありませんでした。いや素晴らしい見晴らしです。もうどこを撮っても絶景です。だからカメラの録画の時間もどんどん伸びてしまいます。この動画も相当長時間にわたって録画を続けたのですが、さすがにあまりに皆さんにご覧いただくには長すぎると思い、どこをカットするかいろいろ苦慮しながら編集しております。反対側のすれ違っている列車にワゴンになんとかという文字が書かれているのが映ってますけれど、それがまた自分に乗っていて大変に誇らしく思うものです。あまりにも外の景色が素晴らしすぎるので、自分の乗っているものがオリエント急行だということまで忘れてしまうほどの贅沢です。彼方にまた素晴らしい湖が見えてきました。何度こういう景色を見たでしょうか。もういいよ、お腹がいっぱいだよと思いますが、やはり見るたびに感動して映したくなるものです。ところでこんなところでも時折落書きがあるんですよね。落書きがあるっていうのはヨーロッパではそんなに珍しいことでなく、スイスも南の方になるとどうも増えるみたいですけれど、でもこんなところでも落書きをしに来るその根性たるや、逆になんだか見上げたものがあるなと思いました。列車を降りてきて、これはまた街ですが、この辺の山の際にこうそびえるというかな、集まっているその街の光景も大変素敵です。山とそれから湖、まさにスイスは海こそなければ物騒にと言いますけれど、本当にそうでね、
列車に乗っていて一番楽しい思い出何度も作ってますけど、やっぱスイスが最高だよなと個人的には思います。技術力も高いし頑張って山を越えているし、それで言いながら技術が高いので頑張っているその感情を感じさせないんですよね。しかも今日は入れ物が世界最高のオリエント急行です。どうしたらいいんでしょうね、この素晴らしい。いや何もこれ以上私から皆さんに申し上げられることはありません。ただ黙ってこれを皆さんにご覧に入れるのもまたなんというかもったいないというかね、本当に素晴らしかったんですよ。皆さんこれは50万円とか払う価値があると思いますから、ぜひ己になってみてください。日本で走っている豪華列車、あれより素晴らしいんじゃないかなと私は思います。乗ったことはありませんが、これはだって世界から飛行機に乗って、今回は実際イギリス人だけではなくさまざまな国、特にアメリカとかから来た方とも私はお話をしたんですが、いろいろ集まって乗りに来ているわけですけれど、ただそのオリエント急行という名前、そのブランドだけではなく、なるほどベニス、シンプロン、オリエントエクスプレスはこういうことかと、途中に通るシンプロン峠の景色はもう超一流でしたし、目的地のベネチアもまた超一流の観光、素晴らしい見どころある街であり、そしてこの列車から特にですね、途中お客さんこういうことがありますからどうこうしましょう、バスに乗り換えてこの温泉に行ってどうこうとかそういうことはしないんですね。純粋に最高の列車と最高の景色とそれを用意して、あとはお客さんをほったらかしにしておいて、お客さんは持ち前のその教養でもって素晴らしい最高の列車を自前で楽しむ、そういう列車なんですよ。多分この列車に己になりたいとこの動画を見て思われるような方は、少なくともオリエント急行に乗って楽しめるような鉄道関連の教養をお持ちだと思いますので、外国の列車ってあんまり興味湧かないじゃないですか。正直どういうものなのか分かんないし、歴史も何も分からない。でもこれは何も分からなくても外国の列車に関しての知識がなかったとしても、鉄道の旅を楽しいと思えるような、心から楽しいと思えるような人であれば本当におすすめできますよ。今までの自分の鉄道を様々乗ってきた経験の中でこれがダントツナンバーワンであったという、ここにもう間違いない嘘偽りも一切の修飾もなければ、過剰の表現もない、誓いの言葉をここに残しておくことにします。この動画はそんなに皆さんからたくさん再生されるような動画にはおそらくならないと思います。外国の動画ですからね。今まで外国の動画がそれほどたくさん再生されたことはありません。でもこの動画をこんなに長時間、今52分になろうとしていますが、たくさん見てくださっている皆さんに本当にお礼申し上げると同時に、素晴らしいですよね。皆さんこれをご覧になったなんてお目が高いですよ。見ていただいて本当にありがとうございます。The border between Switzerland and Italy, where we will stay for about half an hour. We change in engine and then we do some train water refill. If you wish to take a stall outside on the platform, you may do so, but please use only the doors attended by our staff, and please do not leave the platform as the departure may be given without warning. Please, would you note that the station is under heavy works and its platform is provisional. イタリアとスイスの国境の駅キアッソに到着。この駅で機関車交換だというので、早速機関車のところに来ると目にも留まるの早技で切り離されてしまいました。本当に早かったので、多分ほんのわずかなお客さんしか切り離す瞬間を見ることはできなかったと思います。というか3人しか見られなかったと思います。折り際に機関室さんがチャオと声をかけてくれたので、イタリアの方だったんですね。Did you drive this train? つって確かエンジンって言ったのかな。この機関車運転したのあなたですかって聞いたらそうだというんでね、グラッツィアと言ってきました。本当にありがとう、素晴らしい思い出でした、最高の運転です。向こうもお喜びいただきました。機関車もそれから少し遅れて実際に引き上げ線の方に入ってきました。今ちょっと映しましたけどね、このオリエント急行はプラットフォームが大変に低いので、係員の方がホーム上に先に降りて、そして手を差し出して降りるときに手伝ってくれるんですね。その方に撮ってもらいました。本当は乗り降りをサポートするために立ってんだと思いますけど、他のお客さんの写真も記念に撮ってもらえてますんで、私もせっかくだからこのように割といつもよりはちゃんとした格好をしてきてますからね、記念写真パチリと。これ結構視聴者の皆さんからも評判良かったんですけどね。エンターなんたらかんたら、これ製造会社のあれですね、3552と書いてあるのが私の車両。これから一番後ろの方まで歩いていくことにしました。なんちゃらレストランと書いてあります。これはプルマンカーではなく、多分食堂車、食事をするレストランカーだと思いますが、昨日はこの座席に座って食べたんですね。
から一つお隣、こちらはダイニングカーと書いてあります。日本ではダイニングカーというとそのまま食堂車みたいな感じがしますけど、おそらくこのダイニングカーはですね、厨房車みたいな意味だと思います。厨房車っていうのは日本では伊豆急ロイヤルエクスプレスだけかな、ついてるな、敷島とかにもしかしたらついてるのかもしれないですが、こんな風に中で仕事をしている音が聞こえてきます。そうそう、これ排水もしてましたね。これが何のための排水なのか、洗い物をただ単純に捨ててるのかわからないんですけど、オリエント急行はトイレは垂れ流し式ではないようでしたが、日本の車両でもね、一部こういう風に水を垂れ流しとは違うけれど、割と綺麗な水を外に捨てるっていうことはやるようですが、その作業をしているのもちょうど見ることができました。各号車ではこんな感じ、レッドカーペットが引いてあって、トランスイット敷島もこれを真似たか、それとも偶然の一致か分かりませんが、同じようなサービスをしています。立派に清掃したこの何さんだ、スチュワードさんたち、これも素晴らしい、かっこいいですね。連結をされたこの機関車、これイタリアと書いてあります。さっきね、ちょっとスイスの機関車の注文で入れ替えをしているのが映ってたんですが、イタリア国鉄株式会社、あくまでイタリア国鉄という名前の、私鉄になるわけです。民鉄なんですけれど、その機関車にこの駅からは交代です。この一連の交代の作業を見終えると、そろそろホーム上に戻らなければなりません。列車内に戻らなければなりません。そしてすぐにお昼ご飯の時間、出発してそのまま食堂車に向かいました。この食事が列車内での最後の食事になります。列車の中で3度の食事をとることができました。箱根のラリック美術館に行った時の動画一旦削除してしまいましたが、また今度出したいと思います。壁にはこんな彫刻、箱根の美術館で見たのと同じラリックの装飾、ラリックが作ったものだと書いてあります。つまり美術品の中で今食事をしているというわけです。美術館ではこの車両が美術品として扱われている、そのようなものに乗ることができています。これはフォアグラです。私は実はあまり好きではなかったんですが、フォアグラを抜いてくださいと事前に連絡するのを忘れてしまいまして、これはいただくことにしました。かなりいいものだったと思います。今度のご飯はもう間もなくイタリアということで、イタリアスタイルになっているようです。これはね、ラム肉だったかな。結構癖のあるものを出してくるんですよね。ラム肉も私は好きでしたが、私と同行する方はラム肉はあまりお得意ではないということだったので、交換してもらってましたね。そういうこともすぐ対応してもらえるみたいです。まさかラムが出るとはそんな感じだったんですよね。取ってもらったんですが、相変わらずまずそうに食べてますけど、とても美味しかったですよ。でやっぱこういう列車に乗っていると背筋伸びてませんけど、心の中では背筋がちょっと伸びてるものでして、なんとなくこう顔もこわばった感じになります。お皿もよく見たら昨日の夜実はめちゃくちゃ眠くてあんまりよく映してなかったんですが、 VSOE のロゴが書いてありますね。これで最後のご飯も終わり、このぐらいパパッとご紹介できればいいでしょうか。食事をしている間、列車は勢いよくまた走り続け、もう間もなくミラノの街です。ミラノ中央駅に入るのかなと思いましたが、実際には入りませんでした。街の周りをぐねぐねと迂回して、その中央駅には入らずに、いわばそうだな、常磐線で日暮里まで来て、そのまま東北線に入って大宮方面に抜けるような、そのような走り方をしたようでした。ブドウに囲まれたラフ像、正真正銘のラリックの作品で、箱根に展示しているのと全く同じ車両のようです。形式としてはね。この辺りあちこちから集まってくるミラノ中央駅を向かう線路の数々が見えます。奥にはミラノ新幹線電車区とでも言いましょうか。この辺りで盛んに活躍しているフレッチャロッサ、前にも一度乗りました。この辺りでは一番豪華な設備を備えている新幹線だと思いますが、オリエント急行にかなわないのは言うまでもありません。この駅で結局ね、進路を切り替えて、そしてミラノ中央駅の方面へ向かう本線と分かれるようでした。 Google マップとかで見ると本当に複雑な配線をしてるんですよね。街のあちこちでよくこんな風に線路であちこちで進路を切り替えられるように作るなと思うんですけど、大変立派なものです。あちらも機関車連結した固定編成の客車普通列車、イタリアではああいったものが多いのです。食堂車でその後も少しお茶を飲んだり楽しみました。イタリアではコーヒーにコーヒーとか紅茶にはミルクかな、紅茶にはミルク入れないんですよ。じゃあイタリアンスタイルであはは、そんな話も英語で多少面白い話ができてよかったです。それからこれはお土産ですが、売店で40ユーロだったかな、オリエントエクスプレスの青いネクタイを買いました。
私が今しているのはブリティッシュプルマンノーザンベルかな、イギリスの同じくベルモンドグループが運行している豪華列車のネクタイですが、その時その販売の売店の方からですね、あなたが知ってるのはこれはノーザンベルのネクタイじゃないですか、ブリティッシュプルマンも乗ったことだし、そうだな、じゃあ次のあなたへのおすすめはロイヤルスコッツマンがいいですよ。かつてロンドンとスコットランドエディンバラを結んで走っていたフライングスコッツマン、それをイメージしたイギリスの豪華列車だそうで、非常に高い、確かに1回乗るのに200万とかそんぐらいかかった、300万ぐらいかかったかな、そういう豪華列車なんですけれど、次はそれにお乗りになるといいですよ、そういう風に売店の方にお勧めいただきました。いつかそういうのに乗ることもあるのかもしれませんが、今はそれよりももう間もなく終わってしまうこのオリエント急行の旅を最大限に楽しみたいと思います。列車は今ベローナを出たところ、ベローナの街うっかり映すのを忘れてしまったんですが、この駅で降りて行かれた方もどうもいたみたいです。川の向こうに見える丘の景色、厳かな教会の景色、ヨーロッパって怖いところだから、それで私は海外旅行があまり好きではないという発言を何度も繰り返しているわけですけれど、この絶対安心なオリエント急行の中から楽しむヨーロッパの景色はいつもより一味も二味も、いや100味か200味ぐらいは違って見えると思います。これは食後のアフターヌーンティーというのかな、おやつの時間。あまりにも立派で量が多いので全て食べきることはできませんでしたが、どれも美味しいお菓子でした。というか残すということがこの列車の中では多いんですよね。どうもそれが普通らしいんですが、多すぎるというか、なんていうの、とりあえず残す方は問題ないから多く出しておくことがサービスになる、それは間違いないことだと思うんですけど、ちょっとやっぱね、貧乏人出身の私としてはもったいなくなってしまうというのが正直な感想です。ところでさっきそろそろこの列車の旅が終わってしまうみたいなことを私皆さんにお伝えしたと思いますけれど、そういう感想を持てるというのは非常に幸せなことです。もう近頃では様々な列車に私もたくさん乗ってきまして、正直列車を降りるときに名残惜しいという感覚はほとんどもう最近では持たなくなっていたのです。それでも久々にこの旅がもう終わってしまうことが非常にもったいない、どうかあと列車が遅れるとかして、実際イタリアはよく遅れますんでねみたいな話をね、スチュワードの方がちょっとジョークめいてしてた。実際遅れたんですが、もうちょっと列車が遅れて長く乗っていられないだろうかという感覚を久しぶりに持つことができました。これは本当に心から幸せなことだと思うし、そう思えるのはいい列車の特徴だと思います。さて終点のベネチアが近づいてきたところで、皆さんにこの時私が実際に思った感想、やっぱね後からの吹き込みだけじゃなくて10日ぐらい経ってますから、本当に私が思った感想もお伝えしたいと思いますので、この辺りでちょっと一旦動画を切り替えまして、私からの生のお話をお聞かせ、させていただければなというふうに思います。さてそれではもう旅行、この動画も大詰めです。列車は多分あと 2,30 分、予定通りであればあと15分ですが、イタリアは結構よく遅れるもんでとスチュワードの方もおっしゃってましたけれど、おそらくあと 2,30 分ほどで終点のベネチアサンタルッチャ駅に着くと思われます。この動画ここまで多分ずっと私の吹き込み音声でご紹介してきたはずです。その方が素晴らしいものをしっかり考えて、テンポよく喋ることができるし、その場の即興というよりは多分ちょっと考えて作ったものの方が、皆さんに楽しく見ていただけるだろうかなと思って、手をかけてかなり作りました。なんですけど、それは後で私がその当時の感想を思い出したり自分のメモを参考にしたりして吹き込んだものであって、やっぱり私の生の感想ってのはね、この今もう旅が今終わろうとしているという時に思ったことはやっぱりその時でなければやっぱり喋れないわけですね。だから今回はこのようなシーンを設けさせていただいたわけですけれど、まずもちろん素晴らしいの一言につきますよ。ただちょっと素晴らしすぎて逆にまた少し寂しい気持ちになったかもしれませんね。昔寝台特急の北斗星とかね、ちっちゃい時に乗せてもらいましたよ。もうそれこそこの何だってこのオリエント急行がモデルなわけですから、似たようなこの赤いランプシェード懐かしいですね。こんなねこう見て、外にも素晴らしい超一流の景色ですよ。いやーいいなと思いながらね、ずっと時間が過ぎるということをこんなに時間が過ぎるのを早くする方法があるのかなんて思いながら、楽しませてもらいましたけど、ただねこれはつまり昔の寝台列車、伝説のオリエント急行の車両を、今風にこううまくアレンジして、1930年製の車両でありながら下回りの台車は最新のものを使い、最高時速は160キロ。その当時だって1930年代の、ワゴン D がこの車両を作った時、その当時はやっぱりこの車両は最新型だったわけです。でそしてそれがピカピカにうまく、ちゃんと性能のいい車両として使われ続けたからこそのオリエント急行のブランドなわけでして、昔のものをそのままただただ使うだけというわけでもないので、逆にこれがね私は素晴らしいと思いました。うまく、花形になるように、しかし、本来の失わせてはいけないような部分がちゃんとこのように残って、こんな素晴らしい手の入れ方があるのかと私は感動したところで、ちょっと今なんか来たな。
だからね、今の JR にも1泊何十万もするような高い列車っていっぱい走ってますよ。トワイライトエクスプレス、水風のザ・ツイートとか、多分1泊あたりの金額は今回のオリエンタルエクスプレスよりも随分高いんじゃないですか。だけどもあれも多分素晴らしいと思うし、四季島も、それから、七つ星ですか、それもとても素晴らしいだろうというふうには思うし、多分乗れば感動するんだろうけれど、でもなんか本当の昔の古き良き鉄道の時代の寝台列車の旅というのを楽しむにはこういうスタイルが一番ですよね。こんなに気合のかかったこんな素晴らしいものに乗れるんだったら惜しみなくお金出してもいいな、本当にねそう思わせてくれる列車でした。昔の日本の豪華列車って言えばね、寝台特急富士東京発、下関行き、そこから韓国方面に連絡していました。その富士号は、1970年代には日本で一番長い距離を走る列車として東京発大分宮崎経由の西鹿児島行き、そういう風にして走っていた、格調高い列車が日本にはあります。今その名前もね他の列車に使われるということもなくて過去帳入りしてますけれど、この例えば富士号を昔のように復刻させて、昔の富士号の車両をですねこううまいことこう整備して走れるような状態にして何十万円も取る。水風号のザ・スイートみたいな広々としたラグジュアリーな感じとはちょっと違いますよね。これだってラグジュアリーはラグジュアリーですけれど、でもどうですか、これってすごくでもものすごく豪華な内装ではあるけれど広いっていうわけでもないし超快適というほどではありません。トイレはやっぱり昔ながらの汲み取り式トイレ、もちろんそれはちゃんときれいに掃除はされていますけれど、でもやっぱり汲み取り式のトイレです。でね、そういうようなものをちゃんと昔のものを使えるように動かすようにして昔の旅をみんなに楽しませようって、そういうやり方はね日本にはないような気がするんです。東京から西鹿児島まで、寝台列車で行けるってなったらね、そりゃ逆に値段を払ってでも乗る価値があるって思う人だっているはずなんですけど、今日本にあるのは九州の中を回る東京から、行っても東北とか北海道まで行って沿線の観光地に立ち寄る、それだって楽しいですけど、でもこういうオリエント急行みたいな本当の昔の古き良き時代の列車の旅を今でもべらぼうに高い金額ではあるけれど、しかしお金さえ払えば楽しむことができる。もちろん、お金さえ払えばというのはただぼったくっているというだけではなくて、入念な徹底的なこの昔の素材の磨き上げ、場合によってはリフォーム、床下も昔のものではなく最新のものにしっかりと整備して交換、客車の整備にも、古く使えなくなっていた状態から何年もかけてようやく走れるようになるとか、そういったねかなりの手間がかけられているから値段が高いのも納得です。そういう方向にお金をかけるような運行だってね、もうロンドンからねバスとかなんとかいろいろ乗り継いで、イギリス、フランス、そしてスイスとイタリアと4カ国もこうまたいで相当大変な調整がなされているはずですけれど、それでも各鉄道会社の気合によって時にはベルギーとかドイツとか、ハンガリーとかね、それからもっと遠くはイスタンブールまでこのオリエント急行の車両が運行されるということもあるし、さまざまな国と協力してうまく、なんとかこういう列車を運行して、それで、ちゃんとそれが鉄道界のスタートして、ごめんなさい、鉄道界のスタートして、君臨してるわけですよ。そういうものがね日本からなくなっちゃったっていうのはなくなっちゃったし、それからそう簡単には復活しないだろうなっていうのはちょっと残念です。その点においては、ね、ヨーロッパの方を大変に羨ましく思います。お金さえ払えば古き良き列車の旅を楽しむことができるんですからね。しかもこれは本物ですから、しかも本物よりも本物っぽいっていうか分かりますかね。昔のそのままのボロいものをボロいまま使ってるんじゃなくて、ボロいものをちゃんと当時と同じようにスーパースターに仕立て直した、ある意味でそのまま使うよりもリスペクトを感じられるようなものかなと思います。だからね、そういうものを知ってしまった後に本当に鉄道の旅を楽しみたいという私が、これから四季島とか水風とかそういったものに乗ってこれと比べちゃうじゃないですか。やっぱり同じ豪華列車だから、その時にどう思うのかなっていうのがちょっと個人的には心配になっちゃいますかね。これもまた贅沢な話ですけど、それからもう一つはね、今回の旅はとても楽しかったです。なぜかというと、例えば今通っているこの区間、特にベローナとベネチアの間は私は2回かな2回乗ったことがある、3回かそのぐらい乗ったことが、ミラノの中央駅まで行きませんでしたが、ミラノ周辺もですね私ももう、何度か通りましたし、やっぱそういう風に何度もこう自分が通ったようなところになるとね、この素晴らこの間通ったところを、例えば私イタロのクラブってやつのねグランクラスみたいなやつに乗りましたけど、おじさんたちとこうボックスシートになっちゃって、それでうわ狭いなと思いながら行ってるわけです。しかしイタロのクラブに比べて今回はオリエントエクスプレスだと思いながらこうね乗ってるわけです。これ楽しい話じゃないですか。でそういうことができるっていうのはねやっぱり前の経験があったからです。一回ヨーロッパを周遊して散々この辺りの鉄道も乗り倒したから、だからこその景色をここからこういう風にして見られるのか、
向こうのあの列車がいつも通っていたあの区間を今度はこんな行き方があるのか、やっぱりね前の知識とか経験があるっていうとこのオリエントエクスプレスの旅が何倍にも増幅されるような気がしますね。だからなんていうのかな、私も鉄道マニアがなんで自分が鉄道マニアになったのかっていうのはちょっとわからないところもあるんですが、多分ね詳しいから鉄道マニアになったんですよ。これは卵が先か鶏が先かみたいな問題ですけど、自分がとても鉄道に詳しくて、で詳しいからもっと興味が湧いて、もっとどうなってるのかなって見に行ってまた好きになる、それをずっと繰り返した結果、おそらくはこのような状態になったのかなと思ってますけれど、つまり好きこそものの上手なれとはちょっと違いますが、知識があるとものがどんどん好きになってきますから、知識こそものの好きなれと言いますか、なんかねそれを今回この列車で感じることができたかなと思います。だから特に自分の好きなものに関しては今後ともぜひ勉強して、その好きなものをこう広めてね、また勉強するだけじゃなくてちゃんと経験もしなきゃいけませんよね。前にねこの路線最初に乗った時は私はミュンヘンから、ユーロシティっていうやつでね、食堂車なんかもちょっと行きましたが、ボックスシートに乗ってそれでベネチアまでずーっと行ったんですよ。5時間ぐらいかかりましたね。あの時もオーストリアの景色が良かったけどね、今回もスイスのまた別のところの景色が良かったとか、そういう風にねやっぱこう、前の経験と照らし合わせて自分の感動をさらに深めることができる。やっぱこう積めば積むほどだけこういう趣味の楽しみというのは増幅する気がしますから、皆さんもぜひ勉強にそれから経験を積むことに趣味に関してはねこれを重視するともっと楽しくなるんじゃないかなと思いますよ。今回はもちろん動画のねうちのチャンネルはいつもお金儲けなんとか言ってますけれど、でも分かると思うんですけど、私は乗りたいから乗りに来たわけですね、オリエント急行のこんな。これで私も別に動画の元が取れるとか取れないとかそんなことは考えてないし、せっかくいいものに乗ったんですから、皆さんにもやっぱりいつも見ていただいているこの最高の今までの乗ったりした中でこれは最高でした。これだけ乗りまくって私が言うんだからもう断然間違いないと思いますけれど、最高なのでいい動画を作れていたら本当に幸いです。なるべくそういうものを作れるようにと思って私もですね素晴らしい景色とか素晴らしい内装とかそれにカメラを回すということをとにかく今日は熱中しました。このネクタイを買った時さっきも動画で言ったかもしれませんが、ノーザンベルのネクタイをさっきまでしてまして、それを付け替えて今はオリエントエクスプレスのネクタイに変えたわけですが、次はねネクタイを買ったら私がノーザンベルのネクタイをしててブリティッシュプルマンにも乗りましたって話をしたから、じゃあ次は君はロイヤルスコッツマンに乗るべきですよ。そういうふうにねこのネクタイを売っていたお土産屋さんというのかな、売店のおじさんに言われまして、まだヨーロッパにはこういう昔のねロイヤルスコッツマンっていうのは多分昔のあれなんだっけ、フライングスコッツマンとかそれを多分モデルにした、豪華列車なんじゃないかなと思いますけれど、昔の鉄道のいい時代を楽しむにはヨーロッパにはもうあまりにも数が多すぎてですね全く飽きない、豪華列車の数々があります。シベリア鉄道十何日かかけていく、なんとかサイベリアンエクスプレスみたいなそういうのもありますがね、まだまだ旅の面白さは尽きないと思うので、そう簡単に次々とやることはできないと思いますけれど、この動画がもし視聴者の皆さんにも好評いただけるんであれば、ぜひそれもですね乗ってみたいと思うし、好評いただけなかったとしても個人的な趣味の目的としておそらくは今後とも乗ることがあるでしょう。でね今回の経験も良かったですが、イギリスのブリティッシュプルマンね120キロとかで蒸気機関車が爆走する豪華列車、あれも良かったですから今回運休になっちゃいましたけど、別になんですかその動画にも広告はついてるんですが、再生数稼ぎとかではなく単純にいい動画だと思いますんで、ぜひ見てみてください。おすすめします。じゃあ大体もう喋りたいことはねいろいろと山ほどありますが、このぐらいにさせていただきまして、引き続きベネチアまでの最後の童貞をお楽しみください。それでは皆さん長い間の動画のご視聴本当にお疲れ様でした。まもなく列車はベネチアメストレ駅に着きます。このメストレという町は、江ノ島に対する藤沢市みたいなもんで、この先ベネチアの町はこれは島になっているんですが、ただその島はもう物価も地価も上がりまくっているので、こちら側にもホテルが増えてきている。だからここにも駅とかが多い、大体そんなようなところで、こちらも大きな町です。この駅を出ると小さな駅を一つ挟みますが、もうすぐに大きな橋を渡って、そしてベネチアの島に到着します。終着駅ベネチアサンタルチア駅です。それではここでこの動画について最終的な感想を皆さんにお伝えしたいと思います。この動画はきっと大して再生されないと思います。私の過去の動画の中でもトップレベルに時間とお金をつぎ込んで制作した動画ですから、質が高いのは、皆さんがここまでご覧になっている通りもうお分かりいただいていると思います。しかしきっとそれでも大して再生はされないでしょう。海外の動画ってもともと興味を持ってくれる人も少ないしね、私も別にそれについてはそんなに今回は期待していません。だから会社の事業としては赤字になるわけですけれど、でもこの経験は今後も私が鉄道の旅の楽しさを皆さんにお伝えする上できっと役に立つはずです。
だから他の動画に今回の経験は反映され、そして黒字になるだろうと、私はそういうふうに考えています。オリエント急行を日本で走らせた JR グループだって、それから直接的に大きな利益を得たわけではありません。日本一周9泊10日、豪華な3食付き、その豪華コース豪華ツアーがわずか88万円、そんな料金の設定の仕方をしていたわけですから、儲ける気がないのは明白です。大型なワゴン D の車両を日本で走らせるとき、全国さまざまな箇所の線路がオリエント急行運行のためだけに何十箇所も何百箇所もあったようですが、手間をかけて工事して、そして幅が広げられていたということをご存知でしょうか。現在でもその当時のまま幅が広げられたままになっている線路がほとんどのはずです。それは国鉄から生まれ変わってたった1年生であった JR がそういったことに本気で取り組んでいたという事実、それを今にも伝えてくれているものであるし、そして実際その事実は今もどこかで生きていることと思います。具体的にはクルーズトレインの七つ星とかね、トワイライトエクスプレス水風とか、それから私が今回オリエント急行に乗っているその最中に計画が発表されたのですが、今度 JR 西日本が運行するウエストエクスプレス銀河号とか、そういったところにそのまま豪華列車がそのままの形で反映されるわけではないにしても、でも現れるのではないかと思っています。私は今回50年の時を超えて150年の時を超えてヨーロッパに残るプルマンとワゴン D の遺伝子、それとヨーロッパに住む上級市民というんでしょうか、上流階級の人たちがそれを楽しむ様と確かに感じ取りました。そこで感じ取ったこと、また鉄道の旅を楽しむ新たなセンスを獲得したこと、それをそのまま生かして視聴者の皆さんに今後鉄道をご紹介する上で面白がっていただけたら幸いです。あとはこの場をお借りして皆さんにも宣言させてしまおうと思いますが、もう正直日本の鉄道を普通に紹介したり、人気のあるような路線を私が普通に拾い上げたりということはもうほとんどやり尽くしてしまったかと思います。非常に分かりやすい言葉で言えばネタ切れです。ただ今後もいくらでもネタを発掘するようなセンス、それを私は磨く必要があるし、もちろん自分で勉強とかする必要もあるわけですけれど、その上でも今回の経験は非常に役立つものであったと思っています。それから以前 JAL のファーストクラスに乗った時、皆さんに普通には立ち入ることが難しいような高級な場所、それをお伝えすることも私の役割だと心得ているというお話もさせていただきましたが、やっぱりその上でさまざまな高級なもの、特にその代表例世界の、料金で言えばトップに立っているわけではないかもしれませんが、しかし、おそらくその知名度とブランド力で言えばナンバーワンのオリエント急行に乗ったこと、これはやはり、自分にとっての良い研修になった、そういうことに思っています。列車は今この右側に道路も備えているんですけれど、ベネチアサンタルチアでそこへ渡るための大きな橋を渡っているところ、かつてこの橋を一度渡った時はミュンヘンからユーロシティ普通の特急列車、それに乗ってはるばるボックスシートに詰められながら移動してきたわけです。車内放送で何て言っていたかはちょっとよく分かりませんでしたけど、しかしちょっとだけ聞き取ることができました。皆さんご乗車ありがとうございました。 Thank you, goodbye、 そんな風な声、結構最後に降りる時の挨拶は簡単なもので、日本のおそらく豪華列車はもっと手厚い挨拶をするんじゃないかと思いますが、まだあくまで旅はここまでお客さんを連れてきたというだけ。乗ってきた人たちはこれから先楽しく世界遺産水の都ベネチアを観光するわけです。ただの移動手段に過ぎないような演出、しかしあくまで最高の移動手段であった、そういう鉄道らしいこの旅を今回やっぱり乗りに来てよかったと思ったものです。これはですね、以前ニューヨークを訪れた時に知り合ったアメリカの方がですね、君はオリエント急行に乗ってくるべきだというふうにこの間私に声をかけられまして、そしてよしじゃあ乗りに行こうということで一年発起して航空券の予約などを整え、そして3月中旬の予約をするに至ったわけですが、実際その方のアドバイスは非常に有意義なものだったと思っています。だから乗るように私に言ってくれたその方にはお礼申し上げます。前に大陸を横断してそのままロンドンへ向かうとき、本当は一度乗るはずでしたこのオリエント急行。その時に乗ることはできませんでしたが、でも改めて機会を改めてからもう一度落ち着いた目で見に来た。それも結果的に良い勉強であったと思っています。憧れのワゴンリーと書いてあるこのエンブレム、何度もその話をしましたが、多分こっちじゃなくて反対側かな、これを裏を向いたところにワゴンリーって書いてあったと思いますけどね。もう私は以前もう一個背広チャンネルというのもやってるわけですけれど、それで皆さんにブランド物みたいなものは嫌いだとかそういう風に言ったのを覚えています。しかし実際にはこのオリエント急行よりも快適な車両というものは、探せばいくらでも出てくるはずです。これはもちろん古いものであるから、それをこのように素晴らしく運行していることは、大変に立派なことなんですが、
最後にここで私が一つ学んだこととしては、やっぱり私もなんだかんだ言ってプルマンとかワゴンリーとかオリエント急行、そのブランド力に見せられて、そしてこの場へやってきたのだということです。自分でもそのことは認めざるを得ませんでした。いくらブランド物が嫌いだとか何とか言っても、その名前聞けば大体の人が立派だと思う、その魅力に私もまた吸い寄せられてきたというわけです。つまりもちろんこのオリエント急行のように名前が轟いているものは素晴らしいに決まっているのですが、そうではなく、外国でもそうだし日本の中でもまだ私が全ての列車を乗り尽くしたわけでもないので、探せばそのブランドに、合わないブランド力というかね、そういうすごい名前がついていないような、そういうものでなくても、おそらく探せば見つかるんじゃないかと思います。もともと私は別にそんなブランドなんか頼らなくたって素晴らしいものは素晴らしいのだとそう言えることが良い、自分でもかつてそう言っていたのを思い出したからです。ともかくなんだか小難しいことを考えていたようですが、最終的に本当にもう一言だけ言うとすれば、これは確かに最高であったということです。これまでで一番良かったということは皆さんにお伝えします。そして本当にこれまでで一番いい、そんな旅をすることができたので、逆に今後これを超えるようないい旅がまたできるだろうかと、さっきそんなこと言いましたけどね。でもやっぱり今後もっとこれよりいいものあるのかなと少しやっぱり不安に思ってしまうものです。それはでもまた自分なりに勉強して、もっと今後見つけるしかないのかなと思います。視聴者の皆さん、この長い動画にお付き合いいただき本当にありがとうございました。なお、このスチュワードの方に心からお詫び申し上げたいと思いますが、本当に素晴らしいサービスを様々していただいたのに、残念ながら私はそれほど現金をロンドンを立つとき用意しなかったので、途中で補充することもできず、スチュワードの方にだけはチップをお渡しすることができなかったのです。おそらくここでは私で全く問題ない場面だったと思います。そのことが心残りです。もう一度オリエント急行の車内でお会いしたとき、もしご面倒でなければもらっていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。